1991年にアイルトン・セナはチャンピオンになりましたが、チャンピオンを取れたのはレースエンジニアのジェームス・ロビンソンさんと組んでいたからだと思います。ロビンソンさんはそれほどまでに優秀なレースエンジニアだと思います。セナとロビンソンさんがどのような仕事をしていたのか紹介したいと思います。以前の動画でも紹介しましたけど、ロビンソンさんがマクラーレンに来た経緯を簡単に紹介します。私はアローズでデレック・ワーウィックのレースエンジニアをしていたが、ロス・ブラウンの後を継いでデザイナーになった。90年の終わりにマクラーレンに移った。ロンは私を91年アイルトンの担当エンジニアにしようと考えていたようだ。アローズでレースエンジニアをして、ポルシェ V12 を積むマシンをデザインしてからチームを離れたロビンソンさんですが、91年のセナ担当エンジニアとして雇われ、この人を雇ったのは大正解なんですけども、どうしてロン・デニスはこの人がすごいレースエンジニアだって分かっていたのかなっていうのをちょっと知りたいんですが、ロン・デニスさんがそのことを語ってるインタビューがないので、そこがわからないのが残念です。この91年、マクラーレンの MP46 は無事にドライバーズチャンピオンとコンストラクターズチャンピオンを取りますが、かなり問題を抱えていた車でした。ロビンソンさんから見て、どんな問題点があったのかを紹介したいと思います。1、V12 の採用により、ホイールベースは 2940mm から2972mm へ延長。ガソリン搭載量も増え、車重が重い。空力とサスジオメトリーが保守的。マシンは豚のようにアンダーステアがひどく、アイルトンはそれを何よりも嫌っていた。V12 を積んで、エンジンが大きいのとガソリンタンクが大きいせいだと思いますが、ホイールベースは伸びてしまいました。32mm 伸びたんですね。で、車重も重くて、空力も足回りも古い。その結果、豚のようにアンダーステアだということらしいです。これはもう物理的にそうなるかなと思います。2、V12 エンジンの特性が扱いづらく、V10 に比べて高回転型になった反面、低回転時のトルクが細く、コーナーの立ち上がりでセナがアクセルを踏んでもパワーがワンテンポ遅れて爆発的に出てしまう。挙動が乱れ唐突なオーバーステアを招く。V12 に代わって最高出力は上がりましたけども、低回転のトルクが細いと。で、コーナーの立ち上がりアクセルを踏むとワンテンポ遅れて急激に加速するということなんでしょう。ホンダ V12 の特性が高回転高出力型なので低速域のトルクが弱いのと、金属スプリングのエンジンですからフリクションも強いので余計にこういう特性なんだと思います。結果としてそれが唐突なオーバーステアを招く、コーナーリングを乱してしまったり、コーナーからの脱出でせっかくのパワーが活かせないわけですね。3、V12 のピーキーな特性とH パターンシフトの組み合わせ。これはシフト操作ミスの可能性が高まるイコール即タイムロス、スピンリスク。セミオートに比べドライバーの認知負荷とフィジカル負荷が圧倒的に強い。ピーキーな特性に6速マニュアルシフトなわけなので、ドライバーは非常に忙しいわけですよね。ということはシフトミスをする可能性が高い。要するにドライバーに対しても負担が強いわけですね。フェラーリが最初から V12 エンジンとセミオートマを組み合わせていたのは、ドライバーの負担を減らすという意味では正しいんですね。もちろんフェラーリも最初はセミオートマがよく壊れて苦戦してましたけど、でもコンセプトとしては、やっぱり高回転型の V12 エンジンはセミオートマと組み合わせてドライバーの負担を減らすべきなんでしょうね。で、次にロビンソンが考えた改善策。1、古いシャーシが得意な領域を最大化。ブレーキング時の安定性を極限まで高める。タイヤの熱入れを速くする。低速コーナーでの姿勢変化を抑える。ホイールベースが長いんであればそれをうまく使ってブレーキング時の安定性を出すと。車体の重さもうまく使うという意味なんでしょうかね。タイヤの熱入れが速くなるようにする。で、これもロングホイールベースの特性を生かして低速コーナーでの安定性を重視するっていうことなんでしょう。2、セナの右足の感覚をエンジンマップに翻訳する。パワーを出すのではなく、セナが扱えるパワーにする。扱いにくいエンジン特性をどうするかということなんですが、急にパワーが出て車の動きが乱れてしまうんであれば速さにはつながらないので、セナが扱いやすいマッピングに変えるということでしょうね。3、操作量を減らすセットアップ。ステアリングの初期応答を穏やかに、ブレーキバランスを安定方向に、
ギア比をセナの走りに合わせて最適化。エンジンが扱いにくくてギアチェンジが忙しかったり、車の動きが落ち着かないと、いくら運転の上手いセナでも、不必要に車のいらない挙動に対して対処をしなくちゃいけないわけなので、そこに集中力を奪われてしまいます。なので、ここで言ってる車の動きを穏やかにしたり、無駄なギアチェンジをしなくてもいいようにギア比を合わせたり、その辺に注力をするということですね。じゃあ、セナとロビンソンさんは具体的にどういうセッティングをしたのか、もっと細かいところを見ていきたいと思います。セナとロビンソンのセットアップ手法。1コーナーあたり3つのパートに分ける。セナの要求するセットアップは非常にロジカル。コーナーを分解してロビンソンにフィードバック。1、ブレーキングからターンイン、進入。2、ミッドコーナー、クリッピングポイント付近。3、イグジット、立ち上がりでスロットル。これもセナだからできるセットアップ手法だとは思いますけども、1個のコーナーを3つに分解するんですね。で、それぞれの箇所で出る車の症状をロビンソンさんにフィードバックすると。で、ロビンソンさんが対策を考えるってことですね。例えばセナが侵入でフロントが逃げる、アンダーステアといったとき、ロビンソンが吸い上げたデータを見ると、フロントサスペンションが急激に沈み込んだ瞬間にタイヤの荷重バランスが崩れていることが数値として現れる。これを見てダンパーのバンプ、縮み側の硬さをコンマ数ミリ単位で調整するといった作業を繰り返した。一つ一つのコーナーに対してこういう分析をするわけですから、とんでもなく手間がかかるわけですよ。だけど、セナとロビンソンさんの能力をもってすれば、こういったきめ細かいセッティングもできたということなんだと思います。2番、ホンダの V12 のスロットルマッピングの最適化。ロビンソンとホンダのエンジニア、そしてセナが行ったのが、スロットル回路に対するバタフライバルブ、燃料噴射の追従性をコーナーごとに書き換えるというセットアップ。セナが右足で細かくアクセルを煽る、通称セナ足のデータ、テレメトリーのスロットル回路の波形を分析し、セナの足の動きに完璧に同調するようなエンジンマップ、点火時期や燃料供給のプログラムをサーキットの低速、中速、高速コーナーごとに用意した。これもとてつもなくきめ細かい作業ですよね。セナのアクセルコントロールの回路の波形を分析して、それにエンジンの動きがきちんとついてくるように、点火時期とか燃料噴射のタイミングを変えるっていうことですよね。しかもそれはエンジンの回転域、回転数によって変えなくちゃいけないですから、低速、中速、高速でマッピングを変えて、セナのアクセルの動きにきちんとついてくるように合わせ込んだっていうことですよ。先ほどのサスペンションのセッティングでもそうですけど、このエンジンのセッティングも本当にここまでやるのかっていうぐらい細かいですね。アナログな車高、ライドハイト管理 MP46 はスプリングとダンパーによるパッシブ物理的な足回り。そのためダウンフォースが増えるストレートで車高が下がりすぎて底打ちを起こさないよう、かつコーナーでは最大限地面に吸い付くようスプリングの硬さと車高のセッティングの妥協点をデータから見つけ出す必要があり、ロビンソンはセナがここを通過するときに車体が跳ねるという位置、タイムスタンプを特定し、その場所の路面のバンプ、凹凸を吸収できるギリギリの硬さを計算した。MP46 には手動で簡易的に車高調整をする装置がついているらしいですけども、それはガソリン残量の変化に合わせて使っていたようです。なので当然基本セッティングというのが大事なわけなので、ここの説明である通り、ダウンフォースを目いっぱい出すには極力車の車高は低くしたいと。だけどあまり低くしてしまうとバンプがある場所で車が底を打ってしまうわけですね。そうするとダウンフォースも抜けて車の動きが乱れてしまう。ロビンソンさんはそれを防ぐために、セナがここで車が跳ねると訴えてきたら、その場所をテレメトリーデータの時間で見つけるんでしょうね。この時のテレメトリーは当然 GPS もないし、車がどの場所にいるっていうのはわからないので、時間でこの場所が何コーナーだという分析をするんだと思います。その方法でコーナーの場所を特定して、その時にサスペンションがどれぐらいストロークしているかをロビンソンさんは見て、その場所で車が跳ねないようにダンパーの硬さを調整していたということですよね。特にセナは車高を下げたがったと思うので、この調整は
本当に骨が折れたと思います。だけど、セナの正確なフィードバックとロビンソンさんの分析能力、あと付け加えて言えば、この時マクラーレンにダンパーを供給してた昭和のダンパーも優秀なんだと思います。その昭和のダンパーが優秀なことによって、非常に細かいセッティング変更ができたんだと思います。そうやってパッシブサスペンションの限界の性能を引き出していた、使っていたということですよね。で、ここまでテレメトリーという言葉を言ってきましたが、じゃあ91年時点のテレメトリーっていうのはどういうものだったのかっていうのを理解するともっとよくわかりますので、ここでちょっと補足説明したいと思います。現代の F1 のように何百ものセンサーがリアルタイムでデータを送る時代とは異なり、1991年当時は限られたチャンネル数と通信速度の壁との戦い、リアルタイム無線受信とバースト、ダウンロードの使い分け、マシンの走行中にピットウォールへリアルタイムで送信できるデータ、無線テレメトリーはエンジンの回転数、水温、油圧、燃料残量など、主にマシンの生存確認、壊れないかどうかの監視のための最小限データだけ。真のデータはピットに戻ってからサスペンションのストローク量やホイールスピード、G、加速度、センサーなどの詳細な車体データはマシンがピットロードに戻ってきた瞬間にエンジニアが物理的なデータプラグをマシンに差し込んでラップトップ PC に吸い上げていた。これを当時マクラーレンではデータダンプと呼んでいた。グラフィック化の黎明期。今でこそカラフルな波形グラフィックでデータを解析できるが、当時はまだテキストベース、数値の羅列に近い粗いドットの画面で、ロビンソンたちは夜遅くまでその数値を睨みつけ、ドライバーの感覚とすり合わせていた。ということなんですね。無線で飛ばしてるテレメトリーデータっていうのは、エンジンが今こんな感じで動いているよという、最低限の情報、サスペンションのストローク量であるとか、G センサーの情報、そういった主にシャーシに絡むデータは、ピットに帰ってきた時にマシンから吸い上げてるんですね。確かにこの時代ってマシンがピットに戻ると、パソコンにつながったプラグをマシンに差し込んで何か作業してましたよね。これが要するにデータダンプなんですね。で、その抽出できたデータも、まだこの時はテレメトリーデータを管理するソフトウェアっていうのがあんまり発達してなかったので、ここで写真出してるこの折れ線グラフ、こういったデータとか、あとはせいぜい数字がただ並んでるだけっていうのがほとんどだったみたいです。ちょうどこの時代あたりからそのテレメトリーの分析ソフトっていうのが進化するみたいですね。このシーズン中にテレメトリーソフトが進化したっていうことをロビンソンさんが言ってたので、やっと使いやすくなり始めるというタイミングなんだと思います。で、ロビンソンさんはこの91年のチャンピオン獲得についてこう言ってます。ロビンソン曰く91年のチャンピオン獲得はセナの天才的なドライビングテクニックがマシンの欠点を補ったと言われがちだが、単なるドライバーの腕の戦いではなく、エンジニアとドライバーがテレメトリーのデータを介してどれだけ深くシンクロできるかの全力を尽くした総力戦であったことを元担当エンジニアならではの視点で語ったということです。これは本当にロビンソンさんの言う通りだと思いますね。セナのすごいドライビングとフィードバックがあって、それをきちんと受け止めてデータと照らし合わせて、じゃあ車に何をすればいいのかっていうのが分かって実行できるロビンソンさんがいて成り立った2人の仕事だと思いますので、ロビンソンさんがいてこそ実現したダブルタイトルかなと思います。で、ロビンソンさんめちゃくちゃ優秀なんですけども、セナのレースエンジニアはこの1年しか務めません。翌年もマクラーレンにはいるようですが、違う仕事をしたみたいです。なんで1年しかやんなかったのか、あまりに大変で1年しかやりたくなかったのか、それとも何か違う技術的なことに挑戦したかったのか、その辺は語ってるインタビューがないのでわかりませんけども、でも何しろ91年、セナもロビンソンさんと組めて非常に助かったんじゃないかなと思います。今回の動画はここまでです。今回のこの内容が好評でしたら、もうちょっとセナとロビンソンさんについて次回も語りたいと思います。はい、また次回も頑張りますのでよろしくお願いします。